ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、今月6日に開幕したミラノ・コルティナオリンピックで持ち上がったとんでもなく衝撃的なスキャンダルの話題についてよ。現在、スキージャンプ界隈である場所を大きくして不正に飛距離を伸ばそうとしている疑惑が浮上して世界中で大騒ぎになっているの。オリンピック直後になんね？また、ドーピングとかそういう話？せっかくのオリンピックやのに、また暗いニュースなん？今回のドーピング疑惑はね、今まで葵が聞いたこともないような、斜め上の方法なのよ。なんと、男子選手が局部にヒアルロン酸を注射して、サイズを大きくし、スーツの面積を広げようとしているっていう疑惑なの。はぁ？局部って、あそこ？何言いよると？すみれ、頭おかしくなったんじゃなか？そげなことして何の意味があると？大真面目なニュースなのよ。今日は、この前代未聞の局部ヒアルロン酸疑惑の詳細、そしてなぜそれが飛距離アップにつながるのかという驚きのメカニズム、さらに WADA や FIS といった公式組織の反応について徹底的に解説していくよ。この動画を見れば、スキージャンプの裏で行われている壮絶な1センチをめぐる戦いが全部わかるわよ。いやいや、見どころ紹介されとる場合やないって。意味がわからんすぎて頭が追いつかんちゃん。とりあえず詳しく教えて。事の発端はドイツの大衆紙ビルトの報道なの。記事によると、ジャンプスーツの採寸前に選手たちが陰茎にヒアルロン酸を注射しているっていう内容が報じられたのよ。ちょっと待って。採寸前に注射って、痛そうやし、そもそもなんでそんなとこ大きくする必要があると？男のプライドのために見えっ張りよると？違う。これはね、すべてはスーツのサイズのためなの。スキージャンプの選手たちはシーズンが始まる前に 3D スキャナーによる身体計測を受けるのよ。その計測された体のサイズを元にして競技用のスーツが作られるルールになっているの。自分の体に合ったスーツを作らなきゃいかんってことやね。そう。でもね、ジャンプ競技においてスーツの股下の長さっていうのはものすごく重要な要素なの。だから、身体測定の時に局部を人工的に大きくして、股周りの数値を水増しできれば、その分だけ実際の股下よりもゆとりのある大きなスーツを作ることができるってわけ。ああ、なるほど。測定の時だけ大きくしておけば、実際の試合の時は、その分スーツがブカブカ。というか、布の面積が増えるってことか。めっちゃせこいこと考えとうね。その通り。これをイギリスの公共放送 BBC スポーツも取り上げて、陰茎への注射が冬季オリンピックの話題となった経緯という記事を掲載するほどの騒ぎになっているのよ。BBC まで取り上げとうと？世界中が注目しとるやん。でもさ、そこにヒアルロン酸入れるって、普通に考えたら怖くない？競技に集中できるとかいな。そこも疑問よね。でも、選手たちは少しでも遠くに飛びたいという執念でそこまでやっている可能性があるっていうのよ。まさに身を削って、身をもって挑んでいるわけね。じゃあ、なんでそこまでしてスーツの面積を広げたいのか、もう少し詳しく解説するわね。葵はムササビって知ってる？知っとうよ。手と足の間に膜があって空を滑空する動物やろ？スキージャンプも原理はあれと同じなの。空気抵抗を受けて揚力、つまり浮く力を得ることで遠くまで飛んでいくのよ。この時、空気を受ける面積、つまりスーツの表面積が大きければ大きいほど、より多くの風を受けて浮きやすくなるの。なるほどね。タコ揚げみたいなもんか。大きいタコの方が風を受けてよく飛ぶもんね。その通り。国際スキースノーボード連盟 FIS のレースディレクター、サンドロ・ペルティーレ氏も今回の疑惑についてこうコメントしているわ。スーツの1センチの違いが全てを左右する。表面積が 5% 大きければ、より遠くまで飛べる、ってね。5% でそんなに変わると？ 1 センチの違いが全てを左右するってシビアな世界やね。そうなの。だからこそ、選手たちはルールギリギリ、あるいはルールの抜け穴を探して1ミリでもスーツを大きくしようと必死なの。現代のジャンプはスーツをより体にぴっちりとフィットさせる方向にルールが改正されていて、体のサイズに対して2センチから4センチの余裕しか認められていないのよ。キツやん。昔の映像とか見るとダボダボの服着て飛んでた気がするけど、今はもう全身タイツみたいな感じになっとうもんね。そう。だからこそ、
その2センチから4センチの余裕という厳しい制限の中でどうにかして布の面積を稼ぐために中身の方を大きくして測定をごまかすという斜め上の発想が出てきちゃったのね。それがヒアルロン酸か。発想が天才というか変態というか。でもそれってバレントかいな。試合前にお前なんかでかくない？で検査されんの？そこが難しいところで、ヒアルロン酸は体内に吸収されるものだし、見た目で即座にこれは注射だって判断するのは難しいのかもしれないわね。それに、まさか審判も選手のあそこをまじまじと触って検査するわけにもいかないでしょうし。うわぁ、想像したら地獄絵図やん。審判のおっちゃんが選手の股間チェックして回るとか、何の競技かわからんくなるばい。さて、話の途中だけど、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。みんなの応援が励みになるけん、ポチッとしてくれたら嬉しか。コメントも全部読んどるけんね。頼むばい。さて、話を戻すわね。この疑惑に対して、監視する側の組織は、どう反応していると思う？そりゃあ、絶対許さん、で激怒しとるんやない？ドーピング検査する人たちがおるやろ？それがね、ちょっと反応が面白いのよ。まず、世界アンチドーピング機構 WADA についてなんだけど、この疑惑が確認された場合は、調査に乗り出すとしているわ。やっぱりね。WADA が出てくるってことは、大事やん。でも、オリンピックでの記者会見で、この疑惑について問われた WADA のオリビエ・ニグリ事務総長は、スキージャンプの詳細や、それが、どのようにパフォーマンス向上につながるのかについては把握していない、って答えているの。事務総長が把握してないと？ちょっと頼りなくない？まあ、未知の手法すぎて WADA も戸惑っているのかもしれないわね。一方で WADA のビトルトバンカ会長の発言が話題になっているの。彼はジャンプ強国であるポーランドの出身なんだけど、スキージャンプはポーランドでとても人気がある競技なので、これは必ず調べると約束します。って冗談交じりに述べたそうなのよ。なんか余裕やね。ポーランドのためにも調べるばい、みたいなノリ？ちょっと面白がっとらん？そうかもね。でも、実際に調査するとなると大変よ。一方で、競技を統括する国際スキースノーボード連盟 FIS の方はもっと否定的よ。広報部長のブルーノ・サッシ氏は BBC スポーツの取材に対してこう答えているわ。競技者が競争上の優位性を得るためにヒアルロン酸注射を利用したという兆候は愚か、証拠すら一切存在したことはないってきっぱり否定しているの。FIS はそんな事実はないって言い張っとるんやね。まあ、自分の管理しとる競技でそんな恥ずかしい不正があったらメンツ丸つぶれやもんね。そうね。証拠すら一切存在したことはないという強い言葉からは火消しに躍起になっている様子も伺えるわ。でも、ドイツのビルト紙があそこまで具体的に報じたってことは何かしらのリークや根拠があるんじゃないかって疑う声も消えていないのよ。火のないところに煙は立たんって言うもんね。もしこれが本当やったら金メダル剥奪とかにもなりかねん大問題やもん。実はね、スキージャンプにおける道具の違反っていうのは今に始まったことじゃないの。常にルールを作る側とそれをかいくぐろうとする側のいたちごっこが続いているのよ。そうなの？前にもなんかあったっけ？例えば、昨年の世界選手権での出来事なんだけど、ノルウェーチームが関係者の資格停止処分を受けているの。彼らは何をしたと思う？またサイズをごまかしたとか？惜しいわね。彼らは検査をパスした後のスーツの股間に新たに縫い目を追加したのよ。縫い目？それだけで変わると？そうなの。縫い目を追加することで空力特性を向上させた。つまり、風の流れを変えて飛びやすくしたとされているの。検査の時は普通のスーツを見せておいて、試合直前に改造するっていう手口ね。悪質やん。検査の意味なかやん。ノルウェーって強豪国やろ？そんなことしてまで勝ちたいとかいな。強豪国だからこそ 0.1 ポイント1センチの差で勝負が決まることを知っているのよ。だからこそギリギリを攻める姿勢が行き過ぎてしまうことがあるのね。今回のヒアルロン酸疑惑もそういった勝利への執念が生んだ歪んだ形の努力と言えるかもしれないわ。努力の方向性が間違っとるって。股間いじる暇があったら筋トレした方がよっぽど健全やん。正論すぎるわ。でも、スキージャンプは体重が軽い方が有利な競技だから筋肉をつけすぎてもダメなのよ。過度な減量が問題になったりもするし、本当に繊細で過酷な競技なの。だからこそ、道具、つまり、スーツでのアドバンテージが喉から手が出るほど欲しいのね。
さて、今回のこの局部ヒアルロン酸疑惑、ネット上でも大きな話題になっているから、いくつかの反応を紹介するわね。みんななんて言いよると？やっぱりドン引きしとる？そうね。まずは、人間の欲望は果てしないな。まさか股間を改造してまで飛びたいとは。痛そうすぎる。そこまでしてメダル欲しいか？ドーピング検査官では、パンツを脱いでください、選手、冷え。ってなるのか。これもうスポーツじゃなくて美容整形のコンテストじゃん、と、こんな声があったわ。あはは。美容整形のコンテストって的確すぎるツッコミやね。ほんと、痛そうっていうのが一番の感想やわ。他にも、真面目にやってる選手がかわいそう。こういう抜け穴は徹底的に塞ぐべき。スキージャンプって高梨沙羅選手のスーツ規定違反の時も思ったけど、ルールが細かすぎて見てる方はよくわからん。いっそ全員全裸で飛べば公平なんじゃないか？っていう競技の公平性を心配する声もあるわ。全裸で飛ぶとか放送事故やん。寒すぎて空中で凍るわ。極論だけど、それくらい今のルールが複雑で、いたちごっこに疲れているファンも多いってことね。WADA や FIS にはしっかりとした調査と誰もが納得できるルールの運用を期待したいわね。ということで今日はミラノ・コルティナオリンピック直後に浮上したスキージャンプ男子選手の局部ヒアルロン酸疑惑という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？いやー、まさかオリンピックの話題で股間とかヒアルロン酸とか連呼することになるとは思わんやったよ。勝利への執念はすごいけど、やっぱりスポーツは正々堂々と戦ってほしいもんやね。注射よりも練習の成果で飛んでほしい場合。本当にそうね。1センチでも遠くへ飛びたい気持ちはわかるけど、それがルールの斜め上の不正につながってしまうのは悲しいことだわ。もしこれが事実なら厳正な処分が必要になるでしょうし、事実でないなら選手たちの名誉のためにも早く潔白を証明してほしいわね。疑惑のままで終わるのが一番モヤモヤする件ね。WADA のおじさんたち、しっかり調査頼むばい。今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。